もし光の形を 3D プリンターでデザインできるとしたら。こんにちは、東京九段工作ラボにようこそ。見てください。これ 3D プリンターで作ったランプなんです。星の形、ハートの形、猫の形、光そのものがいろんな形になっているんですね。秘密はこの柔らかい LED フィラメント。3D プリンターで作った形に沿って光るんです。好きな形を 3D プリンターでデザインすれば光の形も自由自在。これどうやって作ったと思いますか？このランプ3つのシンプルなパーツでできています。まず1つ目はこの柔らかく光る部分、 LED フィラメントです。電球の中で光っているあの細い線の部分だけを取り出したものなんです。そしてこれは柔らかくてぐにゃぐにゃ曲げられるのが特徴なんですよね。面白いですよね。こういう LED があるんです。2つ目が 3D プリンターで作るパーツです。そして3つ目、実はこれが今回のポイントなんですが、 LED をきれいに光らせるための小さな電子基板なんです。今回は JLC-PCB というサービスを使ってこの小さな基板を作りました。この3つの部品をどうつなげて光るランプにしていくのか、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは 3D プリンターの分かりやすい解説や生成 AI による 3D モデリング、そして 3D プリントをもっと楽しむアイデアを発信しています。ぜひチャンネル登録をして一緒にものづくりを楽しみましょう。それではこの光るランプの作り方を一つずつ見ていきましょう。まず一つ目、このランプの主役ともいえる LED フィラメントについてご紹介させてください。これすごく面白い素材なんですよね。この LED フィラメント、色は青とかピンクとか黄色など様々な色が選べるので、作品の雰囲気に合わせてカスタマイズできます。光る線をデザインする感覚で作れるのがこの素材の一番の面白さなんですね。購入リンクは概要欄に載せていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。さて2つ目、 3D プリンターで作るパーツを作っていきましょう。ここは LED フィラメントの光をより際立たせるような工夫ができるポイントなんですね。3D モデルの設計にはフュージョン、オートディスク社の 3D の CAD ソフトを使いました。このソフトで3つのパーツをデザインしています。まず1つ目は LED フィラメントを通すための形。ここが一番光をどう見せるかっていう工夫のしどころになります。シンプルに猫、星、ハートの形にしました。さてデザインができたので、これを 3D プリンターで出力していきます。今回フィラメント選びがとても重要なポイントなんです。なぜかというと、このランプは光を通す作品だから。使用したフィラメントはキクセルドの拡散クリアホワイト。このフィラメント透明なんですけど、光を通すと程よく拡散してくれるんです。普通の透明フィラメントだと LED の光がそのまま見えてしまって眩しくなりがちなんですが、この拡散タイプなら光が柔らかく広がってふんわりとした印象になります。印刷はこれはペット G です。ペット G になるのでジェネリックのペット G 設定で OK です。キクセルドの拡散クリアホワイトはランプのシェードなどにも使うと綺麗なので、そういった光を使った作品を作りたいという方はぜひこのフィラメントをチェックしてみてください。概要欄にリンクも載せておきます。2つ目が基板を収納するケースです。LED フィラメントと基板をつなげてきれいにまとめるための箱です。そして3つ目が IKEA のスキャディスに取り付けるためのフック。これ IKEA のスキャディスってご存知ですかね。IKEA に行くとこう売ってるやつですね。うちのラボの壁には一面に貼ってますけれども、この穴がたくさん開いてるボードなんですが、このフックを使うことでランプをこのスキャディスに取り付けることができるんです。もちろん壁に直接飾ってもいいですし、こういうボードに飾ると配置を自由に変えられるので便利なんですね。さて最後の3つ目ですね。先ほど出てきた JLC-PCB というサービス、
私のチャンネルを見てくださっている方はあまりご存じないかもしれません。JLC-PCB さんはプロトタイプ作りやものづくりの実現を助けてくれる会社さんなんです。例えば今回のような電子基板、皆さんの身の回りにある iPhone やパソコンやテレビ、そうした電化製品の中に入っている小さな部品がたくさん載っているあの板ですね。この基板の製造をウェブから依頼することができるんです。今回この基板の製造を JLC-PCB さんに依頼しました。3D プリンターで形を作るのと同じように設計データをアップロードすれば数日後には完成した基板が手元に届くんですね。しかもここがすごいんですが、基板に載せる細かい電子部品や抵抗やコネクタ、制御チップなどこういったものを一つ一つハンダ付けする作業も全部お任せできるんです。届いた時点でもう使える状態です。データさえ作ってしまえばとっても簡単なんですね。で、ちなみに JLC-PCB さん、基板の製造だけでなく 3D プリントや金属加工にも対応してます。特に 3D プリントサービスは 3D プリンターを持っている私たちにとっても便利なんです。例えば、お家にあるプリンターで PLA や PETG は問題なく印刷できますよね。でも、作った 3D モデルをこのパーツだけは光造形で作りたいとか、ステンレスやアルミなど金属で作りたいっていう時ってあると思うんです。そういう家ではちょっと難しい素材や方式でプリントしたい時に JLC-PCB さんに依頼できるんですね。で、個人でも利用しやすい価格と品質でサポートも丁寧なのでとってもおすすめできるサービスです。それではまずこの基板をどのように設計したのか、次は設計に使ったツール EasyEDA について見ていきましょう。今回の基板設計で使ったのは EasyEDA というブラウザ上で使える設計ツールなんです。JLC-PCB さんのサイトからメニューを選択して開くことができます。無料で使えて、しかも JLC-PCB のサービスと直接つながっているのが大きな特徴なんですね。基板の設計ツールって他にも KiCad などいろいろあるんですが、多くのツールでは製造用のデータを自分で用意しないといけないんですね。フュージョンで 3D モデルを作った後 STL ファイルに変換して出力するあの作業に似てます。ただ基板の場合はもっと複雑で何種類ものファイルを正しい設定で出力する必要があって、慣れないうちはこの工程でつまずくことが多いんです。その点 EasyEDA は JLC-PCB と完全に連携しているので、発注ボタンを押すだけで必要なファイルが全部自動で作られて、そのまま発注画面に進めます。設計から発注までの手間がほとんどないので、ものづくりに集中できるツールだと感じました。それでは実際にこの EasyEDA から発注してみましょう。さて、基板の設計が終わったら、基板の設計は社長がやったんですけれども、メニューから発注を選びます。すると自動的に製造に必要なファイルが作られて設定画面が表示されます。ここで基板の色や枚数を選んでいきます。実は基板って緑だけじゃなく赤や青や黒などいろんな色が選べるんですね。今回は赤い基板にしてみました。それから基板に文字を入れることもできるんですね。で、東京メーカーズっていう文字を入れてみました。こういうふうに自分だけのオリジナル基板が作れるのも楽しいポイントなんです。で、あとはほとんどもうデフォルトのままで大丈夫。基板は最低5枚からの注文になりますが、5枚って試作用なら十分な枚数なんですね。設定が終わったらカートに入れて発注完了。たったこれだけでデータが JLC-PCB に送られて基板の製造が始まります。発注後はこの作られてる進行状況を細かく確認できます。どこまで進んでるのか、いつ完成しそうなのかがわかるので安心して待つことができます。そして発注してからちょうど1週間で届きました。データをアップロードしてたったの1週間。この速さすごくないですか？
でプロトタイピングとかものづくりをしてると早く試したい、早く次の工程に進みたいってなりますよね。でこの速さで手元に届くっていうのはとてもありがたいんです。では早速開封していきましょう。梱包はとても丁寧で静電防止の袋に入った状態で届きます。開けてみるともう完成した状態なんです。さっき説明した抵抗やコネクタや制御チップなどこういった細かい部品がすでに全て基板に取り付けられています。自分でハンダ付けをする必要はないですね。で届いたその日からすぐに使える状態なんです。はい、これで電子基板の準備は全て完了。それでは全てのパーツを組み合わせていきましょう。まず 3D プリントした形に沿って LED フィラメントをはめ込んでいきます。フィラメントは柔らかいので溝に合わせるだけで簡単に固定できます。次に電気の流れを作っていくんですけれども、ちょっとこの図解をでこの USB の充電器から電源基板 JLC-PCB の基板で LED フィラメント、この流れで JLC-PCB の基板と電源基板がこの LED フィラメントに合った電圧と電流に調整してくれて LED が光るんです。では配線をしていきます。配線をして全部つないだら蓋を閉じます。さて電源をつないでこれ今回タッチパッドつけたんですけど、タッチパッドに触れると光りました。輪郭に沿って光が流れてふんわりと優しく照らしてくれます。星やハート、猫それぞれの輪郭が光で浮かび上がって光のイラストのような仕上がりになりました。もう超シンプルなデザインなのに光を加えるだけでこれだけ印象が変わるんです。で形を変えれば季節やイベントに合わせたオーナメントも作れそうですよね。で今回のように 3D プリンターと電子工作を組み合わせるとものづくりの世界が一気に広がります。これまで形を作るだけだったのが光までデザインできるようになると。JLC-PCB のような基板製造サービスを使えば電子工作のハードルもぐっと下がるんですね。今回は猫や星ハートの形にしましたが、形は本当に自由です。あなたの好きなモチーフであなただけの光るオーナメントが作れます。本当今回は基本的な点灯だけでしたが、次は色を変えたり明るさを調整したり、もっと光を遊ぶ作品にも挑戦してみたいですね。3D プリンターと電子工作、こういう組み合わせで新しいアイデアが生まれるかもしれないです。ということで今回は 3D プリンターで作る柔らか LED ランプをご紹介しました。3D プリンターと電子工作を組み合わせるということでこういうアイデアもあるんだなって思っていただけたら嬉しいです。もしこの動画が参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。あなたの次の作品作りのヒントになれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。編集後期です。今回の回路設計と 3D モデリング、フュージョンでの 3D モデリング、実は社長に担当してもらいました。社長って小学校3年生ぐらいからハンダゴテを握ってラジオやワイヤレスマイクを作ってたそうなんですね。で回路設計も中学校の頃からやってたっていうんですから筋金入りのものづくり好きです。実はうちのラボで過去に出した電子工作の動画、ステッピングモーターで音楽を奏でる動画とかも社長に教えてもらいながら電子工作初心者の私が理解したものを伝えようと思って撮影したものなんです。東京九段工作ラボっていう名前の通り、うちのラボには 3D プリンターを中心に電子工作の設備、後ろに見えている CNC マシン、そして木工工作ができる道具なんかも揃ってるんですね。このチャンネルは 3D プリンターがメインなんですが、今回のように電子工作や他の技術も組み合わせて 3D プリンターの可能性をもっと広げていくような作品を紹介していきたいなと思っています。
皆さんは 3D プリンターと組み合わせてみたい技術はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。新しいことを学ぶと、これとあれと組み合わせたら面白いかもってアイデアのひらめきが生まれるんですよね。で、今回の動画もこんなことができるんだって皆さんの中でなんか新しい発想のきっかけになったら嬉しいかなと思っています。また次の動画でお会いしましょう。